いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は比較的細いラインをサルカンやスナップなどの接続金具、あるいはルアーに結接するときに用いられるノット、インプルーブドクリンチノットの結び方を解説いたします。概要、解説あり、解説なしの3つのバージョンでお届けいたします。動画にチャプターをつけておりますので、その時のご活用シーンに合わせてご利用ください。インプルーブドクリンチノットの結論です。素早く結べる。強度もなかなか。太いラインではほどけやすい。インプルーブドクリンチノットの概要です。以前から釣りの方などでも基本的なノットとして取り上げられてきた方法で、海釣りや川釣りなどの幅広いジャンルで広く普及しています。インプルーブドクリンチノットをクリンチノットという名前で、実際このノットを一番初めに教わったという人も多いでしょう。構造が単純で素早く作れて強度もなかなかのものです。ただし太いラインでは結び目がほどけやすいのが最大の欠点です。特に滑りの良い高級なナイロンラインを使う場合などは、最後の締め込みに細心の注意を払って結ぶようにしましょう。ほどけやすいという欠点を補って、しっかりとした強度を保つためには、ラインの巻き付けの回数を最低5回以上にしましょう。しっかり湿らせてから締め込みをすることも大切です。それでは結び方に入ります。ラインの先端をスナップのラインアイにくぐらせて折り返します。そしてラインの先端側を本線に5回から6回巻きつけます。両手をうまく使って本線をピンと張りながら作業するとやりやすいです。小型のサルカンやルアーなどを結ぶ場合は、このようにループの中に指先を入れてぐるぐると回転させる方法もあります。サルカンやスナップに結びつける場合、スナップも同時に押さえておかないと、サルカンなどがくるくる回ってラインがほどけてしまうので注意しましょう。ラインの先端を折り返し、ラインアイのそばにできたループの部分に通します。さらにラインを折り返して、今できた大きなループ部分にライン先端を通します。これによって結びの強度が格段にアップします。作業中は指先をうまく使って巻き付け部分が緩まないように軽く押さえておくのがコツです。これによって結び目を締め付けた時にきれいに仕上げることができます。ノット全体を唾液などで湿らせて巻き付けたラインが重ならないようにしながら、ラインがよれないようにゆっくりと締め込んでいきます。最後に結び代をカットして完成です。ここから一緒に結んでみましょう。
今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。